スマホは床に置いて見ながらやりましょう。1種目目は柔軟性チェックも兼ねたストレッチです。あぐらの状態からちょっとだけ片足前に出しておいて、真正面に体を倒しましょう。前に倒れて肘床につきますか？そのまま倒れて、さらにおでこが床についてほしいです。このままキープしていきます。これが1種目目のストレッチです。この柔軟性チェックをビフォーとアフターやってみて、どれぐらい進んだか比べてみましょう。呼吸は止めないようにして、余裕があれば手をどんどん前に伸ばしておくと良いと思います。最低でもね、おでこが床につくぐらいは柔軟性が必要です。よし、OK。3番先生、0秒はそので、プレゼント。では1回このあぐらの状態から右足を左こっちに持ってきます。で膝をお腹にグッとつけます。右のお尻が伸びてくると思います。このままキープします。伸びが足りないよって方はもうちょっとこの足をお腹にグッとつけるとお尻伸びてきます。さらに胸を張るともっと伸びます。きついよって方は足をねそんなに抱えなくてもこれぐらいでもいいですし、こっちの足、もうちょっと手前、この辺でも十分お尻伸びると思います。右のお尻が伸びればそれで OK です。肩力入れすぎないようにして、呼吸止めないようにやっていきましょう。OK。次、逆足いきます。左足を右、こっちに持ってきます。で、この足をお腹にグッとつけます。左のお尻伸びれば OK です。余裕があれば、この足をお腹にグーッとつけましょう。なるべくグッと胸張ると良いと思います。お尻が伸びてればそれで OK です。強度はね、自分が苦痛じゃない範囲に調整しながらやりましょう。僕は痛気持ちいいぐらいでいいんじゃないかなと思います。さっきのね、あぐらの状態で前に倒れるチェックで、一番の問題はお尻の硬さです。お尻しっかりやっていきましょう。よし OK。じゃあ次、あぐらの状態戻りましょう。もう楽にね、あぐらかいて大丈夫です。右手右肘床について左手万歳しましょう。脇の下、脇腹伸びる感じがあると思います。余裕があれば指先遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。広背筋という背中の大きい筋肉伸ばしてます。いろんな方向ついてるので、どの方向が正解ってことはないです。斜め前倒してみたり、真横に倒してみたり、もうちょっと斜め遠くに向かって倒すイメージでも OK。伸びてるなーって感覚あればそれで OK です。呼吸止めないようにしましょう。OK。次逆側いきます。左手左肘床につきます。右手万歳しましょう。指先を遠くに向かってぐーっと伸ばします。右の脇腹、脇の下伸びてくれば OK です。この広背筋ってすごい大きい筋肉なので、脇の下あたりが伸びる方もいれば、脇腹伸びる方もいますし、もっとね、骨盤に近い腰のあたりが伸びる方もいます。どれが正解ってわけではないです。全部広背筋って一つの筋肉なので、このあたりがね、伸びてれば正解です。呼吸は止めないように意識を続けましょう。なるべく手は遠くに向かってぐーっと伸ばすと効果的です。よし OK。じゃあ次、後頭部でこんな感じで手を組みましょう。そのままおへそをぐーっと覗き込みます。おへそを覗き込む。ちょっと手でね、サポートしながらおへそを覗き込むイメージ。首の後ろ、背中、肩甲骨のあたり、腰にかけて伸びてると思います。こんなに丸まらないよって方も大丈夫です。できるところまでで。で、足はね、こう楽な状態にしておいてください。もしあぐらがきついよって方いたら、途中でね、正座とか長座に切り替えても大丈夫です。呼吸止めないでおへそを覗き込む。よし OK です。次は右足を伸ばします。で、右足の方に向かって体を倒す。右の裏もも、膝の裏伸びてくると思います。余裕があればつま先を手で掴みましょう。空いてる手で膝しっかり押さえてあげましょう。裏もものハムストリングスという筋肉伸ばしてます。これはね、お尻、骨盤のあたりから膝の裏までついてます。しっかり膝伸ばしておきましょう。つま先届かない人全然つま先触らなくても OK。膝だけしっかり伸ばしておく。
呼吸止めないで、肩は力入れすぎないようにしましょう。OK。逆足いきます。左足を伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒していきます。左の裏もも、膝の裏伸びてれば OK です。いまいち伸びないよって方、逆にね、膝ちょっと曲げて前に倒してみてもいいし、膝ピンと伸ばしてもいいし、つま先掴んでもいいです。自分でね、あ、ここ伸びるなって位置探してみましょう。裏もも、膝の裏あたりが伸びてれば、それで正解です。しっかり膝伸ばす。呼吸止めないようにして、肩もね、変に力入れすぎないようにしましょう。よし、OK、次、内ももストレッチです。右足をもう一回伸ばしましょう。で、なるべく股関節をこう開いておくイメージ。で、このまま体を真正面に倒していきます。右の内もも伸びてくると思います。で、内もも伸びれば OK なんですが、余裕があればつま先をね、真上向けておくとより効果的です。まだ余裕だよって方はどんどん前に倒れましょう。僕みたいに硬い方はもうこれだけでも十分 OK。すいません。僕もね、最初のチェックね、おでこ床につくかって言われると、ちょっと微妙なので、皆さんと一緒に柔らかくなりたいと思います。だからね、深いお腹周り痩せねえんだよっていうことですね。OK。次、逆足いきます。左足を伸ばして、なるべく股関節こう広げましょう。広がる範囲で OK。そのまま真正面体倒します。左の内もも伸びてくれば OK です。なるべくつま先真上向けて、ゆっくり体を前に倒していきましょう。左の内もも伸びると思います。膝のあたりがね、ピーンと嫌な感じするって人は、ちょっとその嫌な感じするところ、こうやってマッサージしてあげると取れると思います。呼吸はね、止めないようにしましょう。次の種目からちょっと上半身も動かしていきますね。ついてきてますか？もしね、スピード速い遅いだったら再生速度調整してください。やり方概要欄に貼っておきます。OK。じゃあ、あぐらの状態になりましょう。肘90度にして、閉じる、胸を開く。繰り返していきましょう。ぐっと閉じて、なるべく胸を開く。これ、肘つかないよって方、いけるところまで大丈夫です。肩腰痛みない範囲で OK です。これポイントは普段動かさない範囲まで動かすこと。スピードは重要じゃないです。ゆっくり大きく動かしていきましょう。呼吸は止めないで。肩ね、変な力入んないようにしましょう。ラスト、ぐっと閉じて。OK。じゃあそのまま頭の後ろ、後頭部で手を組みます。ぐっと胸開いたまま左右にねじる。なるべく胸を開いておく。肘同士はね、ぐっと離しておくイメージです。ねじる。この時ね、こうやって猫背だとねじれません。なるべく姿勢正しましょう。ちょっとね、足はあぐら崩した感じ。楽な状態で足は大丈夫です。しっかりねじる。これもね、スピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲までねじることが目的です。頑張って。呼吸止めないで。しっかり大きくねじる。頑張って。よし、OK。じゃあ次は手をこんな感じ、肩に添えて大きく後ろ回ししていきましょう。これもね、ポイントは普段動かさない範囲まで動かすこと。肘を限界まで高く上げて肩甲骨寄せる。肘を限界まで高く上げて肩甲骨寄せる。これをね、繰り返していきましょう。なるべく肘高く。で、後ろではね、肩甲骨をこうグッと寄せる。上げて、グッと寄せる。これも肩腰痛みがある方、痛みがない範囲でね、行っていきましょう。ついてきてますか？サボってもいいし、再生速度いじってもいいですよ。OK。じゃあこのあぐらかいたまま、右手を斜め上に伸ばす。左手を斜め上に伸ばす。これ交互にやっていきます。この脇の下、脇腹あたりが伸びるぐらいまでしっかり遠くに伸ばしきる。これもスピード勝負じゃないです。普段動かさないところまで手を遠くに伸ばす。指先遠くにぐーっと伸ばす。もう誰かにね、引っ張られてるイメージ。しっかり伸ばして頑張って。これね、きつかったら1種目飛ばしたりしてもいいですからね。これね、全部完璧にやるよりも習慣化するとか、最後まで完走するってことのがね、圧倒的に大切です。伸ばしきる。頑張って。この次からまたお尻いきますよ。よっしゃー。OK。次。
お尻いきます。右足、こんな感じで前出しましょう。そのまま真正面に体を倒します。右のお尻が伸びてくると思います。で、いまいち伸びないよって方、もうちょっとね、足を前に出してみたりとか、逆に手前に引いたりとか、もしくは上半身をね、ちょっと斜め前に倒したりとかして、このね、お尻伸びる角度を探してみましょう。どの角度が正解ではなくて、皆さんのお尻が伸びる角度が正解です。本当に人によって全然違うのでね、これはね、ちょっと一概にこの方向に倒してくださいっていうのは、ちょっと言えないです。自分で探してみましょう。よし、OK。逆足いきます。左足前に出して、基本的には真正面、前の方に倒れていくイメージ。左のお尻を伸ばしていきます。でもね、これって面白くて、なんか柔軟性でがつくことで痩せるってやっぱりイメージ湧かない方いるんですけど、ストレッチ専門店の僕がトレーナーで働いてて、めちゃめちゃやっぱ多いですよ。一番わかりやすい人は、うちに通い出して半年で、ウエストマイナス16センチとか言って。で、なんか、スカート全部捨てたって言われたんですよ。スカート全部捨てたって言われて、なんかごめんなさいって謝ったんですけど、いや、そうじゃなくて、深井さんのおかげで、なんか、すごい痩せたんですって言われて、すごいね、褒めていただいたこともあるので、それぐらい痩せます。オッケー。じゃあ次は、あぐらかいた状態で、右手を斜め前、こんな感じ、床に這わせるイメージで、伸ばす。斜め前、斜め下ですかね。脇の下、脇腹が伸びるぐらいまで伸ばす。スピード勝負じゃないです。普段動かさない範囲まで動かすことが目的。体はちょっとね、こう前傾にするイメージ。ゆっくりでいいですよ。限界までしっかり動かして。きつかったら休憩しても OK。再生速度調整してもいいし、一種目飛ばしてもいいです。頑張って頑張って。呼吸は止めないで。腰、肩痛い方、無理にね、やらなくていいです。痛みない範囲で行っていきましょう。OK、頑張った。じゃあ足の裏、こんな感じでつけて、膝を外に倒します。このままね、パタパターっと動かしていきます。これね、半分休憩みたいな種目なので、そんなにきついなーってぐらいまで動かさなくてもいいです。結構特に女性はね、内股気味の方が多いので、外にね、こうやって開くって動き重要です。で、全然余裕だよって人はね、バズーカ岡田さん風に、お尻に力を入れながらギュッと、外に開くときつい。内ももストレッチしながら、お尻の筋トレ、きつい。逆にきつい人はね、こうやってゆるーく、パタパタでも OK です。呼吸止めないで。よし、じゃあ次は、膝をね、外になるべくぐーっと、こう開いた状態でキープしましょう。これね、僕これだけは柔らかいんですよ。結構柔らかくないですか？皆さんできてますか？これね、最低ラインは、握り拳1個分ぐらい。これぐらいまではね、開いた方がいいですよ。もうこういう人はね、硬すぎです。握り拳にこうやって当たるぐらいね。こうやってこの白の人形に膝が触れるぐらい、柔軟性必要です。外にグッと開く。手でサポートしてもいいです。呼吸止めないようにしましょう。皆さんついてこれてますかね？もしね、ついてこれないとかあったら、コメントで教えてくださいね。OK、開脚しましょう。そんな無理に開かなくていいです。開脚できるとこまで開く。このまま股関節付け根から内、外にパタパターっと動かすイメージ。あんまり無理にね、開くとね、ちょっときつすぎると思うんで、適度に開く。僕も硬すぎてね、この90度ぐらいでもう限界でございます。でね、最近コメント欄ですごい、痩せたよーっていう報告いただけるんで、めちゃめちゃ嬉しいですね。どんどんね、なんか本当に1センチだけ痩せたとか、1キロ痩せたよとか、そういうちっちゃい報告でもいただけると嬉しいです。僕コメント基本的に返すので、で、コメント欄みんな見てるので、それでシェアするとやる気にもお互いになると思います。OK。じゃあ次は、右足を左、こっちに持ってきます。左足は伸ばしておきましょう。で、体を右にね、ぐーっとねじる。腰とかお尻あたりが伸びます。なるべく胸を張って、足はお腹につけておく。上半身右にねじる。伸びてますかね？手はね、こうやって床ついちゃっていいですよ。で、余裕があればもっとぐっとねじっちゃう。ちょっとね、僕もお腹が出てるんでお腹が邪魔なんですけど、まあお腹苦しくない程度でいいですよ。呼吸は止めないようにしましょう。OK。逆足いきます。右足伸ばして、左足をこう上に乗せる。で、
右手で足を抱えて、体を左、こっちにねじる。これ皆さん左右差ありますかね？僕はね、左が結構硬いです。で、結構ね、左右差気にする方いらっしゃるんですけど、逆に左右差ない方がおかしいですからね。だって、利き手とかあるじゃないですか。こっちの手よく使うって。だから左右差あるのは当たり前です。ただ気になる方向けに骨盤矯正のストレッチ出してるので、一応概要欄貼っときますけど、そこまで左右差気にしなくていいと思います。硬い方多めにストレッチしようぐらいでいいです。OK。じゃあ次、前屈します。両足をこうやって伸ばして、反動つけながらこう前に行けれるところまで行きましょう。余裕がある人はしっかり膝伸ばして行うといいと思います。前屈のね、最低ラインは、この間の動画でも言ったんですけど、最低でも指先がつま先触れるぐらい、僕は最低ラインクリアしました。この間の動画、撮影後からね、できるようになりました。まだ前屈のね、動画やってない方、一応概要欄、前屈の動画貼っておきますのでやってみてください。で、余裕だよって人はつま先手前にね、向けたままやると、よりきついです。呼吸は止めない。OK。そしたら次は前屈いけるとこまで行ってキープしますよ。ついてきてますか？大丈夫ですか？じゃあ、いけるとこまで前屈行って、キープ30秒。頑張れ！きつい。呼吸は止めないで、なるべく手をね、遠くに向かってぐーっと伸ばす。もしきつかったら、休憩してもいいですよ。でもね、頑張った方が成果はもちろん出ます。ただ、頑張ることも大事ですが、習慣化することが大事。皆さんがね、ストレスにならない範囲でやっていただければと思います。呼吸を止めないでしっかりキープ、キープ。OK。じゃあ次、手はね、こんな感じ床についちゃって、片足ずつ上げていくんですが、前もも使ってあげるっていうよりも、付け根の筋肉を使ってあげる。付け根の筋肉使ってあげる。これね、前ももの筋肉太りがすごい人とかは、この付け根の筋肉ね、使う感覚ないと思うんですよ。しっかり前ももお腹に近づけるイメージ。ありますか？付け根使う感覚。ゆっくりでいいですよ。もう前ももばっかり使っちゃって、この付け根の筋肉、腸腰筋って言うんですけど、使えないとね、前もも筋肉太りするわ、反り腰になるわ、大変なので、付け根、腸腰筋使えるようになりましょう。OK。じゃあ最後、もう一回最初のチェックやってみましょう。あぐらかきましょう。じゃあこのまま前に倒れていきます。僕はだいぶ余裕を持っておでこが床につくようになりました。これ足はね、こうやって多少崩してでもいいですからね。最低ラインは肘が床につくのが最低ラインです。頭はだらーんと下げてこのままキープです。ここまで頑張った方結構すごいですよ。ズボラストレッチ、言うてもみんな最後まで、全員が全員最後までやらないで、最後までやった時点でね、もうズボラじゃないです。素晴らしい。で、この動画で物足りない方は一応概要欄に追加ストレッチ貼っておきますので、ぜひやってみてください。最近 Twitter、インスタ毎日頑張ってますので、ぜひフォローお願いします。個別に質問あれば、Twitter、インスタで DM ください。よし、OK、お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。寝ながらスマホを見て、内もも、外もも、裏もも、前もも、全部痩せる動画です。まず、上向きに寝て、両足を上げて、かかとで裏ももをタッチしましょう。裏ももの筋肉を意識して使いましょう。この動きは簡単なウォーミングアップです。この動画は後半に行けば行くほどきつくなります。最後までやりきれば、前もも、裏もも、外もも、内もも、すべてに効きます。一緒に頑張りましょう。次はふくらはぎとすねの筋肉を動かします。両膝を立てたまま、つま先を浮かせる、かかとを浮かせる、つま先を浮かせる、かかとを浮かせる、繰り返しましょう。ふくらはぎとすねの筋肉が動いている感覚があれば OK です。もしも腰が反ってしまって痛みが出るという人は、少しお腹に力を入れて腰が反らないようにしましょう。かなり長い動画になってますので、一個一個の種目の最後の10秒はきつい人は休憩して大丈夫です。次は片足ずつ膝を伸ばします。しっかり膝を伸ばしきりましょう。
膝を伸ばしきることで膝上の肉を撃退します。膝を伸ばしきった時につま先を手前に引いておくとふくらはぎの筋肉を伸ばすことができるので、余裕がある人は意識してみましょう。後半になっていくと膝を伸ばしきることがきつくなってきます。ゆっくりでいいので膝を最後まで伸ばしきるように意識しましょう。次は片足ずつ開脚をしていきます。外ももやお尻の外側に効きます。ゆっくりで良いので自分が開ける範囲限界まで足を開くようにしましょう。足を開く方向は真横を意識しましょう。もし腰が反ってしまって痛みが出る人は少し高めの枕にすると良いかもしれません。まだ先は長いので余裕がない人は10秒間休憩をしておきましょう。次は足パカをしていきます。皆さんに見えやすいように位置を変えますね。皆さんはその位置のままで大丈夫です。足をできる限り高く上げて、できる限り開脚して、1、2、3で閉じましょう。早くやる必要はありません。ゆっくり開いて3回バウンドして閉じましょう。腰に痛みが出る人はお尻のあたりにクッションや枕を入れるか、自分の手をお尻の下に入れて少しお尻を持ち上げましょう。大切なことは内ももの筋肉を使って足をしっかり最後まで閉じることです。次は膝を曲げた状態で両足をしっかり閉じたまま左右に倒していきます。骨盤が多少浮いても大丈夫です。倒れるところまでしっかり倒しましょう。外ももの付け根あたりにある大天使という出っ張った骨を引っ込めるために必要な運動です。足が左右に倒れなくてもいいので、膝と膝はしっかりつけたまま行ってみましょう。内ももの脂肪を撃退する運動にもなってます。次は片足ずつ足を持ち上げて大きくくるくる回しましょう。まずは右足から外回しに大きく回しましょう。股関節の付け根から大きく回すイメージで行いましょう。早く回す必要はありません。普段動かさない範囲まで大きく動かすことが大切です。そのまま反対の内回しも行っていきましょう。もし腰が痛い人は左膝を曲げて左足立てておいても大丈夫です。次は左足も行っていきます。大きく外回しから行いましょう。余裕がある人はしっかり膝を伸ばしたまま行いましょう。慣れてくるとどんどんスピードが速くなって周りがちっちゃくなったりします。ゆっくりでいいので大きく普段動かさない範囲まで動かすように意識して行いましょう。内回しも同じように股関節付け根から大きく行いましょう。次はお尻のストレッチを行っていきます。右足を左足に乗せましょう。右の股関節をしっかり外に開きましょう。お尻が伸びていれば OK です。もしもこれで余裕がある人はそのまま左に倒しましょう。右のお尻がより伸びてくると思います。それでもまだ余裕があるという人は左手を使って右足を手前に引きましょう。反対のお尻も伸ばしていきます。左足を右足に乗せましょう。左股関節はしっかり外に開きましょう。これでお尻が伸びる感覚がある人はこのままの体勢で30秒キープで OK です。もし余裕がある人は右に倒しましょう。
まだ余裕がある人は右手で左足を手前に引きましょう。お尻は人の体で一番大きい筋肉なので、痩せるためには柔らかくする必要があります。次は寝たままで自転車を漕ぐような運動をします。両足を上げて自転車を漕ぐイメージで足を動かしましょう。手前に引くときに力を入れれば裏ももに効きます。逆に膝を伸ばすときに力を入れれば膝の前に効きます。30秒間の中で手前に引く方に力を入れてみたり、膝を伸ばす方に力を入れてみたりするとまんべんなく動かすことができます。きつい人は無理せず最後の10秒休憩しましょう。次は内もも付け根の脂肪を撃退していきます。股関節をしっかり外に開いた状態で足を真上に持ち上げましょう。内ももの付け根の筋肉を使ってしっかり真上に上げましょう。内ももの付け根の筋肉を使えてるかどうか確認するために、空いてる手で内ももの付け根を触ってみると分かりやすいと思います。動いていれば内ももの付け根が使えている証拠です。腰が反ってしまう人は左膝を曲げて左足を立てておいて大丈夫です。反対の足も行っていきましょう。股関節をしっかり外に開いて内ももの付け根の筋肉を使って真上に上げます。斜めに足を上げてしまうと別の場所に効いてしまうので、真上に上げるように意識してみましょう。なぜこのような長い動画を作ろうと思ったかというと、皆さんのリクエストを聞いていて、前もも、外もも、内もも、裏ももと気になる部位が人によって違ったんです。もちろん気になる部位だけを行ってもいいのですが、骨盤や股関節全体を行った方がより効果的なので、長い動画1本にまとめてみました。次は水泳の平泳ぎのような動きをしていきます。動画のように平泳ぎのイメージで動かしましょう。足を閉じるときに内ももを使ってしっかり膝と膝をつけましょう。腰が反ってしまって痛みが出る人は腰に痛みが出ない範囲で無理なく行いましょう。最後は平泳ぎを逆回しで行ってみましょう。普段しない動きなので結構難しいと思います。内ももを使ってしっかり足を閉じましょう。次は休憩も兼ねた股関節のストレッチを行っていきます。両膝を立てたまま左右に倒しましょう。骨盤が浮いてしまっても大丈夫です。休憩も兼ねているのでゆっくり無理ない範囲で行いましょう。次の種目は少しきつめなので今から10秒間休憩していても大丈夫です。次はお尻を浮かせたままで片足ずつ上げていきます。できる限りお尻が床につかないように意識しましょう。もしもまだ余裕があるという人はお尻をなるべく高い状態を保って行うとかなりきつくなります。裏ももやお尻を使っている感覚があれば OK です。もうかなりきついと思うので最後の10秒間遠慮なく休憩してください。ゆっくり休みましょう。次は仰向けに寝たまま足を肩幅ぐらいに開いて股関節を内外にねじりましょう。腰が反って痛い人は両膝を曲げても大丈夫です。つま先だけを内外に動かすのではなくて股関節付け根からしっかりと内側外側にねじりましょう。かなりきついと思いますが毎日続けると太ももが本当に細くなります。僕はお風呂に入った時に自分の太ももを見て
かなり細くなったのを実感しました。諦めずに一緒に頑張りましょう。次はうつ伏せになります。スマホは手に持たずに見やすい位置に置いておいても問題ありません。片足ずつパタパタ動かしましょう。裏ももの筋肉を使うイメージです。裏ももの筋肉を使っている感覚がわからない人は、僕のように裏ももを触ってみると動いている感覚がわかると思います。かかとが裏ももに当たるぐらいまで上げると効果的です。これは休憩も兼ねたストレッチなのでかなり楽だと思います。無理せずゆっくり自分のペースで行いましょう。次はお腹から股関節付け根にかけて伸ばしていきます。片足ずつ反対側にクロスさせると、お腹から股関節付け根にかけて伸びる感覚があると思います。こんな感じで交互に行いましょう。大切なのはお腹から股関節付け根にかけて伸びているという感覚があることです。もっとゆっくりでも問題ありません。腰が痛い人は痛みが出ない範囲で行っていきましょう。皆さん大変お待たせしました。お待ちかねの一番脂肪燃焼ができる動きを今からやっていきます。四つん這いの体勢になって両足をできる限り高く上げていきます。腰が反らないように少しお尻は高めに上げましょう。前ももがお腹につくぐらいのイメージで上げるとかなりきついです。きつい種目はこれでおしまいです。最後20秒一緒に頑張りましょう。なんでこんなきつい種目を最後に持ってきたのと突っ込まれるかもしれませんが、体が柔らかい状態の方が効果的なんです。最後一緒に頑張りましょう。もうきつい種目はおしまいです。最後は前もものストレッチをして終わりにしましょう。筋肉太りした足にならないためにも最後のストレッチは重要です。時間をかけてゆっくり前ももを伸ばしましょう。うつ伏せのまま手で自分の足首をつかみましょう。僕のように足首を内側に持ってきたり外側に持ってきたりすると前ももがいろんな方向で伸びて効果的です。もう疲れ切ってしまっている人は方向を変えずに同じ向きだけでも大丈夫です。前ももが伸びていると感じるところでしっかりキープしましょう。次は反対の前ももも伸ばしていきます。足首を手で掴みましょう。もしもこれで伸びる感覚がないという人は膝を少し持ち上げると良いと思います。腰が反らないように気をつけましょう。15分間かなり疲れたと思います。僕も撮影で初めて汗だくになりました。ただやった分効果はあるので明日からも続けて一緒に頑張りましょう。リクエストがあればコメントいただければお答えします。15分間頑張ったけどよかったよという人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。明日も更新しますので一緒に頑張りましょう。